2026年の春、日本、大阪のある介護施設で、一人のおばあさんが静かに荷物をまとめていた。時刻は、まだ夜明け前の午前5時。窓の外は暗く、施設の廊下に人影はない。それでも彼女は、迷わず玄関に向かった。90歳、毎週月曜日、水曜日、金曜日、雨の日も、体が重い日も、この時間に必ず起き上がる。向かう先は、障害者支援センターだ。その日のボランティア活動が終わった後、施設のスタッフがそっと尋ねた。おばあさん、なぜそんなに続けられるんですか？彼女は少し間を置いて、穏やかに微笑んだ。約束があるんですよ。たった一言だった。でもその言葉には、47年という歳月が、静かに刻まれていた。彼女の名は、吉田文。43歳の時、最愛の夫を亡くした。夫が残したのは、使い込まれた一冊のボランティア日誌だった。日誌の最後のページには、丁寧な筆跡でこう書かれていた。まだやり残したことがある。ふみさんはその日から、夫の代わりに歩き始めた。夫が通っていた施設へ、夫が関わっていた人たちのもとへ、そして今、彼女自身の手書きの記録が、その日誌に続いている。47年分の文字が、静かにページを埋めている。これは、一人の女性が守り続けた、たった一つの約束の物語だ。彼女がなぜ、90歳になった今も歩みを止めないのか。次は、吉田文さんという人間そのものに、迫っていこう。吉田文さんは、1936年、大阪の下町に生まれた。戦争の傷がまだ色濃く残る時代だった。物が乏しく、明日が見えない日々の中でも、人々は助け合いながら生きていた。文さんもまた、そんな時代の空気を、幼い頃から体いっぱいに吸い込んで育った。誰かのために動くことが、当たり前だった。それが、彼女の生き方の原点だった。20代の頃、文さんは一人の男性と出会った。吉田誠一さん。穏やかで、口数は少ないが、行動で語る人だった。誠一さんは若い頃から、障害を持つ人たちへの支援活動に関わっていた。見返りを求めず、ただ静かに、必要とされる場所へ足を運ぶ人だった。文さんはその背中に、強く惹かれた。二人は結婚し、つつましいながらも温かい家庭を築いた。誠一さんは結婚後も、ボランティア活動を続けた。週に何度も施設へ通い、古びた日誌に記録をつけていた。日付、訪問先、出会った人の名前、その日感じたこと、几帳面な文字で、丁寧に書き残していた。文さんはその姿を、いつも傍らで見ていた。しかし1979年、誠一さんは突然言った。文さんが43歳の春のことだった。あまりにも早すぎる別れだった。悲しむ間もなく、現実が押し寄せてきた。それでも文さんの胸には、ある言葉が刻まれていた。あなたの分まで、長く生きる。誠一さんとの間で交わした、静かな約束だった。その言葉が、文さんをもう一度、立ち上がらせた。次は、二人の出会いの物語へと、時を戻していこう。時を、少し巻き戻そう。文さんが、誠一さんと初めて出会ったのは、1954年の秋のことだった。大阪の下町にある、小さな町工場の近くだった。当時の文さんは、まだ19歳。近所の友人に連れられて、地域の集まりに顔を出したその夜だった。誠一さんは、人垣きの中で一人静かに立っていた。派手ではない。口数も多くはない。それでも、その目には、どこか温かみがあった。文さんは後にこう語っている。笑うと、目が細くなってね。それだけで、この人だと思ったんです。二人の交際は、静かに、しかし確かに深まっていった。1956年、二人は結婚した。式は小さかった。豪華な料理も、華やかな衣装もなかった。それでも、文さんはその日のことを、生涯で一番美しい日と呼んでいた。誠一さんは、当時から、活動に熱心な人だった。障害を持つ人々のために、週末を返上して働いていた。文さんは最初、その姿に戸惑いを感じていた。なぜそこまでするのと、何度も心の中で問いかけた。しかし誠一さんはいつも、穏やかにこう答えた。誰かの役に立てる間は、動かなきゃいけない。
それだけだよ。やがてふみさんも、その言葉の意味を、身体で理解するようになっていった。二人で肩を並べて、地域の集まりに出かける日も増えた。子供たちの笑顔が、二人の原動力だった。障害のある方々と交わす言葉の一つ一つが、ふみさんの心を少しずつ変えていった。それは、愛し合う二人が、同じ夢を持ち始めた瞬間でもあった。しかし、穏やかな日々は、長くは続かなかった。しかし、穏やかな日々は、長くは続かなかった。秋夫さんが61歳の春、突然、倒れた。朝のいつもの時間に、玄関で靴を履いていた。そのまま、動かなくなった。ふみさんは、声も出なかった。病院に運ばれた秋夫さんは、そのまま帰らぬ人となった。あまりにも、突然のことだった。ふみさんは当時、まだ43歳だった。長い長い夜が、続いた。布団の中で、何度も秋夫さんの名前を呼んだ。返事は、なかった。ただ、夜の静けさだけが、部屋に満ちていた。47年前の、あの約束が頭をよぎった。あなたの分まで、長く生きます。ふみさんは、震える手でそう書いた。秋夫さんが大切にしていた。古い、の、最後の白いページに、ペンを持つ手が、止まらなかった。涙が、紙の上に落ちた。それでも、書き続けた。秋夫さんが残したその日誌には、毎週の活動記録が丁寧に綴られていた。障害のある方々の名前、その日の様子、小さな変化、笑顔のこと、読めば読むほど、秋夫さんの温かさがにじみ出てきた。ふみさんは、その続きを、自分が書かなければならないと思った。泣いている場合ではなかった。秋夫さんが愛したこの場所を、誰かが守らなければならない。それが自分だと、静かに、しかし確かに感じた。悲しみは消えなかった。今も消えていない。しかし、悲しみの中に、小さな明かりが生まれた。それは、使命という名の灯りだった。あの日から、ふみさんの新しい人生が、静かに幕を開けた。悲しみを抱えたまま、前へと歩き始めた日々。それが、ふみさんにとって、本当の意味での幸せへの入り口だった。悲しみを抱えたまま、歩き始めた日々。しかし、ふみさんにとって、幸せとは何だったのだろう。それを語るためには、もう少しだけ、過去へ戻らなければならない。夫の誠一さんと出会ったのは、ふみさんがまだ20代の頃だった。大阪の小さな商店街の片隅で、誠一さんは静かに笑っていた。押し付けがましくなく、しかし誰よりも温かい人だった。ふみさんは、その笑顔に、一瞬で心を奪われた。結婚してからの日々は、華やかではなかった。お金に余裕があるわけでもなかった。それでも、二人でいると、何でもないことが楽しかった。朝ごはんの支度をしながら、他愛もない話をした。夜、肩を並べて空を見上げた。そういう、小さな時間の積み重ねが、ふみさんの宝物だった。誠一さんは、障害のある人たちのための施設で、長年ボランティアを続けていた。誰かの役に立てることが、自分の喜びなんだ。彼はいつも、そう言っていた。その言葉が、ふみさんの心に深く刻まれていた。二人で笑い合い、二人で年を重ねていく。それが当たり前の未来だと、疑いもしなかった。しかし、幸せというものは、永遠には続かない。ふみさんが43歳の秋、誠一さんは、突然倒れた。何の予兆もなかった。あの朝も、いつもと同じように、笑って出かけていった。それが、最後の朝になるとは、誰も知らなかった。知らせを受けたふみさんは、しばらく何も感じられなかった。信じられなかった。信じたくなかった。ぬくもりがまだ残っているような気がして、何度も名前を呼んだ。しかし、誠一さんは、もう答えなかった。幸せの中に、突然、深い闇が落ちてきた日。それが、ふみさんの人生を、大きく揺さぶった瞬間だった。それでも、彼女はそこに、立っていた。誠一さんを失った後、ふみさんの毎日は、色を失った。朝、目が覚めるたびに、隣が空いていることに気づく。それだけで、胸が締め付けられた。食事も、満足に喉を通らなかった。何しも、そのままにしていた。触れることすら、できなかった。そんなふみさんを、そっと支えてくれた人がいた。誠一さんと長年、
一緒にを続けてきた一人の女性だった。名前はよしこさん。当時ふみさんより10歳ほど年上の穏やかな人だった。よしこさんは何も言わずに毎日ふみさんの家を訪ねた。お茶を入れて隣に座って、ただそこにいてくれた。励ましの言葉はほとんどなかった。それでもそのぬくもりがふみさんには伝わった。ある日よしこさんは静かにこう言った。ふみさん、誠一さん派ね。あなたのことをいつも話していたよ。その一言がふみさんの中で何かを溶かした。しかし立ち上がることは簡単ではなかった。の日誌を手に取ったある夜、ふみさんは声を上げて泣いた。几帳面な字で毎回丁寧に書かれた記録。そこには誠一さんの思いがそのまま残っていた。この仕事を誰かに続けてほしい。そう書かれたページを見つけた時、ふみさんはもう一度だけ行ってみようと思った。たった一度だけと言い聞かせて。でも玄関を開けた瞬間、利用者の方が笑顔で迎えてくれた。その顔がふみさんの足をもう一歩前へと動かした。一度が二度になり、二度が三度になった。そうして気がつけば、誠一さんが歩いた道をふみさん自身が歩いていた。支えてくれた人がいた。だから彼女は倒れずに済んだ。その小さな手がふみさんの人生を静かにつなぎ止めていた。そして今、ふみさんもまた誰かのになろうとしている。次回は90歳になった今も続くその変化の物語へ。変化というものはある日突然やってくるわけではない。小さな一歩が少しずつ積み重なってやがて大きな流れになる。ふみさんにとっての変化もそうだった。誠一さんが亡くなってから最初の数年間はただ生きているだけで精一杯だった。超目が覚めるたびに隣に誰もいないことに気づく。その空白がどれほど重かったか。でもふみさんは気づいていた。悲しみの中に沈んだままでは誠一さんとの約束を果たせないことに。あなたの分まで長く生きる。その言葉が彼女を動かし続けた。転機は誠一さんが残した一冊のノートだった。使い込まれた表紙に几帳面な文字で記されたボランティアの記録、日付、場所、関わった人の名前、その時の出来事。どのページにも誠一さんの温かさが滲んでいた。ふみさんはそのノートを何度も読み返した。そしてある決意が生まれた。私が続ける。誠一さんが通い続けた障害者センターへふみさんは足を向けた。最初はただそこに座っているだけでよかった。何かができなくてもいい。ただそこにいることが誰かの力になれると信じた。やがてふみさんの手は誰かの手を握るようになった。ふみさんの声は誰かに語りかけるようになった。誠一さんがそうしていたように週に1度が週に3度になった。それが今では月曜日、水曜日、金曜日のふみさんの日課になっている。90歳になった今も変わらずにこの選択がふみさんをふみさんにした。次のパートではその90歳の朝が始まる。その朝も午前5時前に目が覚めた。大阪の空はまだ暗かった。ふみさんは静かに起き上がり、いつものように身支度を整えた。90歳の体は若い頃とは違う。膝が痛む日もある。指が思うように動かない朝もある。それでもふみさんは立ち上がる。必ず立ち上がる。タンスの引き出しの奥に一冊の古いノートがある。誠一さんが生前につけていたいやの記録帳だ。表紙は日に焼けてページの端は茶色くなっている。でもその文字は今もはっきりと読める。誠一さんの字でこう書いてある。今日も誰かの笑顔を見ることができた。それだけで十分だ。ふみさんはその一文を何百回読んだだろう。何千回読んだだろう。そのページを指でそっとなぞるとき、ふみさんはいつも思う。あなたが見ていた笑顔を私も見てきたよ。と47年分の笑顔を。施設に着くとスタッフが迎えてくれる。利用者の方々がふみさんの顔を見て表情をほころばせる。その瞬間がふみさんのすべてだ。おはようございます。その一言を言うたびに
誠一さんも隣で言っているような気がする。いつもそんな気がする。ふみさんは約束を守り続けている。あなたの分まで長く生きると誓ったあの日から47年。その約束は今もふみさんの背中を押している。90歳の小さな背中を誰よりも強く。47年という時間は人を変える。しかしふみさんを変えなかったものがある。毎週月曜日、水曜日、金曜日、その3日間だけは誰も止められない障害者支援センターへと向かう。ふみさんの足取りは今も揺るがない。90歳になった今、周りの人たちはよく言う。もう十分です。と、あなたはよく頑張りました。と、しかしふみさんは静かに首を横に振る。まだやることがあります。その言葉は誰かへの意地ではない。誠一さんと交わしたあの日の約束から来ている。センターの棚には今も2冊の日誌が並んでいる。1冊は誠一さんが残したもの。黄ばんだ表紙に丸みのある文字が並んでいる。もう1冊はふみさんが書き続けてきたもの。47年分の小さな記録。誠一さんの日誌が終わったその翌月から始まっている。まるでバトンを受け取るようにその2冊を並べると一本の線になる。途切れることのない一本の線に。センターの若いスタッフたちはふみさんの話をよく聞く。ふみさんが来る日、空気が変わるという人もいる。それは不思議なことではない。90年分の人生がそこにあるのだから。47年分の約束がそこに立っているのだから。ふみさん自身は大げさなことを言わない。ただ静かに今日も来たという、それだけだ。しかしその一言の中にどれだけの朝があったか、どれだけの冬があったか、どれだけの誠一さんを思う夜があったか、誰にも計り知れない。90歳の春、ふみさんは今日もセンターの門をくぐる。そして次のパートでこの物語は静かに幕を閉じる。あなたは今日誰かのために何かをしたか。ふみさんの話は特別な人の話ではない。ただ一つの約束を守り続けた人の話だ。43歳で夫を失い、泣く間もなく立ち上がり、その背中に夫の分まで背負った。誰かに褒められたくて続けたわけではない。ただ、誠一さんとした約束があった。それだけだった。90歳になった今も、月曜日と水曜日と金曜日の夜明け前に目を覚ます。その習慣の中に愛がある。47年間、消えなかった愛が。私たちは時に何かを続けることを諦める。疲れたから、忙しいから、もう十分やったから。でもふみさんは言わなかった。一度も、もしあなたの心の中に誰かとした約束が眠っているなら、今日、それをそっと思い出してほしい。ふみさんの朝は明日も続く。静かに、確かに、誠一さんの分まで。